オッケーということで起きた。おはよう。今日は最終日ですね。マーストリヒト、荷物を置いて洞窟探検行きたいと思います。レッツゴー。バス降りた。ここから徒歩10分ぐらいですね。行きましょう。ちなみに土イベント終わっちゃいました。だから昨日ディグダーゲットできたのラッキーだったね。あとカラカラ昨日はすごいついてたね。だって今日はどんな冒険が待っているのか。レッツゴー。ということで、昨日、今日と、マーストリヒトっていうね、オランダ最南端の、端っこの方の町にいるわけですが、やっぱ国境、ベルギーとドイツの、境なので、ベルギーといえばフランス語を喋ったりとかもするし、ドイツは当然ドイツ語なんでね、なんかさらっとみんないろんな言語を話してるなっていうのが印象でした。あとオランダなんだけど、オランダっぽくない。街並みが伝わってるかわかんないけど、なんか白い建物が、そう、白いのがすごい多いの。つって今背景が全部茶色なんですけど申し訳ないですけど、なんかすごいね、白い建物が多くて、オランダといえばレンガでね、茶色い建物がすごい多いんですよ。であれば茶色にこだわらずね、いろんな茶系って言えばいいのかな、そういう家が多いんですけど、ほら白いの、すごい白いのがいっぱい多いので、なんかね、いろんな文化が混在している不思議な街っていう感じがします。オランダ最古の街、別に、観光地巡んなくても今すごい田舎の方の道歩いてるんですけど、それでも面白いと思う。で田舎すぎてね、今ポケストップも何もないところ歩いてるんですけど、そんな感じですね。今洞窟に向かってる。はい、レッツゴー。あちらが集合場所になってます。英語のツアー、オランダ語のツアーがありまして、ケーブだからさっき見えてた砦の下の道、ずっと1時間ぐらい歩いていく感じです。ちゃんと映るかどうかわかんないけど、とりあえずやってみようと思います。ポケモンも電波届くかな、わかんない。行ってきます。
ごい。これはね、一応ガイドについていかないと迷いますよっていう前提の感じのツアーなんですけど、本当にねいろいろ入り組んでてわかんない。それでさっき地図みたいなのあったと思うんですけど、あそこでオランダの画家の絵とかですよね、戦争中に保存した場所があると。でそれによってはほとんど映ってないな、レンブラントの夜景がなんと残されたっていうね、超重要なポイントがあるみたいなので、そこ行ってみたいって誰かが言い出して、じゃあツアーとはちょっと違うけど行っちゃうみたいな、多分普段と違うコースを歩いてるみたいです。とりあえずすごい見えないけど、画面には映ってないけどすごいよ。ということで、さっきのところが宝物庫的な戦時中に大事なオランダの作品を撮っといた場所であり、芸術品を傷つけるからっていう理由で銃器ですね、鉄砲とか持ってきてる人は入れないような状態だから、隠れられたっていう場所でもあったみたいです。夜景、レンブラントの夜景がああいうところにもあったら素晴らしいね。さて入ってきた場所に戻ってきました。いや面白いツアーでさ、いろんな歴史も見れたし、本来ツアーのコースじゃないとこもね、宝物庫みたいなとこも行けたし楽しかった。皆さんもぜひ機会があれば来てみてください。概要欄からチェック。 OK、 Thank you, thank you. Bye bye. Bye bye. Dank u wel. Goodbye. Yeah. Onion soup? OK、 ではツアー付け足しときます。洞窟からここのどこ、洞窟はあっちから始まったんですけど、僕ここにねてっきり下から出てくるもんだと思ったら違うみたい。ここの砦のツアーも別にあるみたいなんで、概要欄からチェックしてみてください。ここに出るもんだとてっきり思ってた。洞窟ね入ったとこから出てきちゃったからあれと思ってたら別なんだって。こちらは水車で有名なパン屋さんなんです。水車で実際に粉をひいてパンを売っております。レストランみたいな感じでね、レストランエリアもあるし、普通のパン屋さんみたいに買って外行って食べるみたいな、すごい有名なところです。概要欄からチェックしてみてね。
名前でニャルマン。ニャル。イエーイ。そしてゴー登録バーストリフト、イエーイ、おめでとう。でさっきの水車から出るとここがもうお店になってるんですね。これお店の名前、これね、でここパンのレストランみたいになってて、でいわゆる普通のパン屋さんになるとこっち見えない、こんな感じでパン屋になってます。 OK。オッケー、マーストリフト歩いて、おっと緩んじゃった。最後の、訪問地、こちらが聖母マリア教会です。マーストリフト教会いっぱいあるの、古くてすごい綺麗なやつ、そのうちの一つです。すごい綺麗なの、行ってみたいと思います。よいしょということで、聖マリア聖マリア教会でした。入り口があっちで、中でこうつながってて、このでっかいところに行くと、別にね、僕もそうですけど、クリスチャンじゃなくても日本にはないのかな、多分こういうなんだろう、すごい教会っていうの、建物中身自体がなんかすごいなって思いました。いろんな教会も巡ってますけど、やっぱりね、日本でもね、英語の先生やってた時いろんな教会で教えてましたけど、やっぱり違いますよね。これぞ教会っていう雰囲気がありますね。別にね、何を信じてようが何でもいいと思うんですよ。もちろんクリスチャンの皆さんもぜひ来た方がすごいと思いますし、別にね、そうじゃなくてもなんか感じるものはあるのかなと思いました。で見てる間にちょっと外れちゃったんで奥さんとジュニア2がいないんで、ちょっとここでポケカチして待ってようと思います。Okay、ちなみにですが、マーストリフトにはこういうね、星型のオブジェがいっぱいあります。ポケモン GO でいうと全部ポケストップになってるんですが、なぜかというとマーストリフト条約が結ばれた地、マーストリフトだからです。何なのっていうと、ヨーロッパができたところですね。ユーロを取り決めたりとか、ヨーロッパ連合を決めた、そんな場所がマーストリフトです。ここに今ジュニア2のせいで見えないんですけど、ヨーロッパとか書いてあるんですよ。ほら、ミートヨーロッパということで、だからね、古い何かいろんなものがここにはあるということでね、ぜひ興味ある皆さんは僕の旅見た回ったもの以外にもいろいろ見て回るものがあるはずなので、ぜひ見て回ってくださいね。ということで帰りましょう。2時間半3時間帰りましょう。レッツゴー。
これで、マーストリヒトともお別れです。面白かったね。長旅になるのでちょっと撮影切り替えます。撮影やめようと思います。ということで、If you want to be a passenger, please hit the subscribe button and hit like. Bye bye!